ちょっと揚げ焼きにするイメージですね。いやー、こうしたらもう見てください。すごい彩り良くて美味しそうですよね。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はオクラのアーリーオイルを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ニンニク、唐辛子、オクラ、ヤリイカ、ミニトマト、パセリ、オリーブオイルです。はい、それでは今日はオクラをメインにしたヤリイカも入ったオイルベースのアーリーオイルを作っていくんですけど、オクラって冷製パスタとか和風パスタにはよく使うイメージがあると思うんですけど、イタリア料理のパスタとしてっていうのはあんまりイメージないと思うんですよね。そうなんですけど、意外と組み合わせがいいんですよ。なのでこれから早速ですね、オクラの下処理からやっていきます。はい、それではまずはオクラを下処理カットしていきます。一番のこの下の部分と、あとは上のこのガの部分をちょっと落として、そしたらここの部分を包丁で剥きます。でこんな感じです。でこの切ったオクラはですね、オクラは基本的なこの下処理は産毛があるので、これを塩をまぶしてまんべんなくですり込んであげる。塩が浸透していって、このオクラがきれいになるので、まずは浸透させます。で今塩をすり込んでいったんですけど、目安はちょっと塩が浸透してって火が入ったような状態になるので、それとあとピカピカな状態、ここまでいったら、下処理が OK です。でこのオクラは今日このまま茹でないで使っていくので、これはオクラがメインなので、もう半割ぐらい大きめにカットして今日は使っていきます。あとは材料カットしていくんですけど、今日はあくまでもオクラがメインなので、他の材料は適当にミニトマト4等分に切って、でニンニクはオイルベースのアリオーリオなので潰してみじん切りに。でヤリイカは掃除したものをこれ適当に輪切りに切って、でパセリは刻んでおきます。はい、まずは今日パスタから茹でていくんですけど、今日はですね、結構細麺の 1.6 ミリのザラザラタイプのブロンズのパスタを茹でていきます。で今日はこのオイルベースのアーリオオリオペペロンチーノになってくるので、オイルベースの場合は結構細麺が相性がいいので、今日このパスタで茹でていきます。でまずはニンニクと唐辛子ちぎって辛みもしっかり出していきます。でオリーブオイルを入れて、でまずはいつも通りアーリオオリオペペロンチーノなので、もうここで 3,4 分ですね、じっくりとニンニクと唐辛子の香りを引き立てていきます。で香りを出している間に今日サブの食材ですね、このミニトマトとヤリイカに少し塩をしておきます。でミニトマトもオイルベースなので、この水分量という意味とうまみで入れていきたいので、あらかじめちょっと塩を打っておきます。で今このふつふつなってきたらごく弱火に落として、今日は麺の茹で上がりが7分ぐらいなんですけど、そのうちの4分ぐらいここでじっくりともうこのオイルの中にニンニクの香りをしっかり出してあげます。でニンニクの香りもしっかり立ってきたので、ここで先ほど下処理をしたオクラが入ります。でオクラが入ったらちょっとこのオクラに今ニンニクオイルの香りを回してあげます。でこのニンニクオイルの中でちょっと揚げ焼きにするイメージですね。で今オクラを揚げ焼きにしているんですけど、オクラって茹でなきゃいけないイメージあると思うんですけど、実はそんなことなくって、揚げ焼きにしたりとか、フリットにしたり炒めたりしてもですけど、すごく美味しく仕上がるので、今日はあくまでもオイルベースでこの中にオクラの良さを出していきたいので、ちょっと大きめにカットしてこの中で油の中で調理してあげるっていうイメージですね。そうするとすごく美味しいので、ぜひやってみてください。今ニンニクが軽く色ついてきたぐらいになったら、ここでちょっと塩したヤリイカ、
あくまでも今日はサブ食材です。ヤリイカ入れる。イカの旨味が入りました。そしたらパセリ加えて、ここでパセリの香りを立てて、でミニトマトも入ります。そしたら軽く炒めてあげて、いやー、こうしたらもう見てください、すごい彩りよくて美味しそうですよね。そしたら本当に少し茹で汁を加えたら、もうこの状態で火を切っておきます。でオイルベースのパスタはもうあとは和えるだけっていうような状態です。で今スパゲッティーニを茹でてる間に今日のこのパスタソースの紹介なんですけど、オクラとミニトマトが入ってるとやっぱ今暑いのに夏らしいオイルベースのパスタになっていると思うんですけど、そもそもこのオイルベースのペペロンチーノってかなりシンプルなものなんですよね。基本的にこう茹で汁が入らないでオイルのうまみだけをコーティングしてあげるっていうようなパスタなので、どうしてもやっぱシンプルに具なしで作ると技術がいるパスタなんですよ。でそこに応用して今日オクラのこの茹でないで焼いたことによって種のこのプチッと感と、あとは少しねっとり感とうまみが加わるのと、ヤリイカの歯切れのいいうまみですね。そこにミニトマトの水分量と、あとはうまみが加わることによって全部食べたらバランスよく美味しいよねっていうようなパスタになってます。でオイルベースのパスタの場合はちょっと盛り付ける時に滑りをよくさせたいので、気持ちこう茹で汁ちょっと切りすぎないぐらいで加えて、あとはもう火をかけなくて大丈夫なので、このうまみをまとったオイルを麺一本一本にこうなじませてあげる。はい、それでは麺にいい感じにオイルがなじんだので盛り付け入ります。はい、これでオクラとヤリイカのアリオーリオ完成です。はい、いただきます。オクラとイカの組み合わせがもう最高ですね。で今日のパスタはこのオイルベースのアーリオオリオだからこそ、ヤリイカとオクラとミニトマトのこの塩をしてうまみが上がった状態のものが組み合わせるとですね、本当に美味しくなってますね。ザ・日本のイタリアンっていう感じの味になってます。今日冒頭で僕イタリア料理とオクラの相性がいいっていうお話をしたんですけど、今日のオイルベース以外だったらトマトソース、トマト系のパスタだったりとか、個人的にやっぱ大好きなのが基本のジェノベーゼにこのオクラの色と合わせてやったりするんですけど、それがですね本当に美味しいんですよ。それ以外にも冷製パスタにやったりとか、オクラってやっぱ夏だからこそ使えるような日本の最高の野菜なのかなって思います。はい、ごちそうさまです。今日のこのオイルベースのパスタなんですけど、最高の組み合わせなのでぜひ一度作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。